皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私は少しだけ風邪をひいてました。何もできないぐらいしんどかったわけではないんですけど、なんか鼻水止まらないし、ちょっと頭痛いし、体だるいしみたいな感じでね、そんな日々が少し続いていました。で、これは完全に自分のせいなんですけど、最近夜はめっちゃ寒くて朝は暑かったり、日によって暑い日寒い日っていうのがランダムに続いている感じだったので、なんか服の調節がむずくて、半袖じゃあ寒いけどまあいけるかと思って、ちょっと寒い中耐えてる感じ、そんな感じで過ごしていたり、あとはまあこの季節の変わり目ってことでやっぱり風邪ひきやすいんだな人はって感じた瞬間がありました。なのでね、皆さんも気をつけてほしいなっていうことでちょっと話してみたんですけど、では今回はですね、ポッドキャストでどうやって日本語を学んでいくかについて話していこうと思います。これを今聞いてくれているってことは、ポッドキャストで日本語を学ぼうと思って、聞いていたり、または通勤通学中、家事をしている間、掃除をしている間などにちょっと何か日本語を聞こうと思って再生してくれてるかなと思います。もちろんもう自分のやり方があって、こうやってどんどん勉強を進めてってるよ、日本語をたくさん聞いてたくさん勉強してるよって方もたくさんいると思うんですけど、まだね、なんかポッドキャストでうまく日本語勉強できている感じがしないなとか、あんまりよくやり方分かってないかもしれないっていう人もいるかなと思ったので、今回はね、ポッドキャストを聞きながら、ポッドキャストで日本語をどうやって勉強するか、そして私が実際どうやってポッドキャストを使いながら、語学を勉強しているかっていうことについてお話ししていこうと思います。ではまずですね、ポッドキャストっていろんなポッドキャストがありますよね。いろんな種類があって、そしてそれによってどんな人に向けてのポッドキャストなのかも違ってきますよね。なので、それぞれその使い方があるかと思います。まず種類ですね。ポッドキャストの種類なんですが、一つ目は初心者向け、すごくゆっくり話していたり、綺麗に話しているポッドキャスト。日本語 JLPT の N5 のレベルとか、そう書かれているものは初心者向けかなと思います。で、最近日本語勉強し始めた今からするっていう方は、こういう N5 っていうのを聞くと、すごくゆっくり綺麗に話しているので、すごく聞き取りやすいかなと思います。そしてそういうので、日本語理解できたっていう自信を積み上げていく、そういうのもできると思うので、今から勉強を始めるっていう人は、そういう初心者向けって書かれた、ビギナーって書かれた、ゆっくり綺麗に話しているポッドキャストを聞くのがいいのかなと思います。私個人的にはあまりポッドキャストのレベルは気にしなくていいと思います。好きなテーマがあったら、それがすごく難しいトピックだったとしても、それを聞いたらいいと思うし、その人がどう話しているかっていうのをあまり気にしなくていいと思うんだけど、自分のレベルに合わせて聞いていきたいっていう人は、まずは初心者向けですごくゆっくり綺麗に話しているっていうのがありますよね。で、あともう一つは、日本語と英語とか、日本語と韓国語のように2つの言語で話しているものもありますよね。で、これもどっちかというと初心者向けかなと思います。例えばね、こう自分の母国語にはない概念が日本語にはあったり、例えば数字の数え方が難しいとか、なんかいろいろありますよね。で、そういうのを自分の母国語の解説を一回聞くことによって、より深く理解できたり、より納得できるっていうのがあると思うので、自分の母国語、英語とか、そういうのを使って日本語を解説しているのも、何か一つの文法をしっかり理解したい時っていうのはいいと思います。だけど、やっぱり
日本語以外の言語を使ってるっていうので、日本語を聞く時間は少なくなりますよね。なのでそこは理解しておいた方がいいかなと思います。今回はしっかり単語を理解したい、単語の使い方を理解したい、文法を理解したいっていう場合は、自分の母国語で話されているもの、または自分の知っている言語で話されているものを聞くっていうのも一ついいかなと思います。こう100%日本語のものだけ聞くのももちろんいいんですけど、そうするとやっぱり最初は理解できない単語が多すぎて、何もわからないっていう時間が続きますよね。で、その何もわからない時間が長く続きすぎると、もう嫌って、やめてしまうことにもつながるかもしれないので、そういう場合は、自分の理解できるもので解説しているもの、文法とか単語を解説しているものを一回聞くっていうのも、私はすごくいいと思います。で、私は英語を勉強していた時ですね。昔英語を勉強していた時は、日本人が日本語で文法の使い方を解説している動画とか、または日本語の字幕があるもの、YouTube などで日本語の字幕があるものを見て、で、理解してから英語だけのコンテンツをたくさん見るっていうのをよくしていました。で、一つ付け加えたいのが、もし皆さんが英語とか韓国語とか、その他の言語をいくつか理解できている場合ですね。いくつか話す場合、その場合は日本語に近い言語で学ぶことをお勧めします。例えば韓国語もそうですよね。文法とか単語とか、英語に比べるとすごく似ていると思うので、もし皆さんが言語をいくつか話せる場合は、できるだけ日本語に近い言語で学ぶことをお勧めします。その理由はやっぱり英語とかだと日本語にはないコンセプトが英語にはあったり、英語にはない表現の仕方が日本語にあったりっていうので、理解するのにすごく時間がかかると思います。だけど、例えば韓国語もわかる場合だと、文法はすごく似ているし、単語もすごく似ているし、韓国語が分かれば日本語の最初の3割ぐらいはもう分かってるんじゃないかなって思う時もあります。なので、もし皆さんが言語をいくつか話せる場合は、日本語に似ている言語を選んで勉強するっていうのもおすすめです。で、あとはそれ以外だと思うんですけど、日本語だけを使って話しているポッドキャスト、日本語中上級者向けのポッドキャストっていうのもあると思います。私のポッドキャストもそうなんですけど、日本語中級者以上向けって一応言ってるんですけど、誰が聞いても OK です。初心者でも私のポッドキャストのこのテーマ面白そうと思ったら聞いてほしいなって思うし、一応私のポッドキャストではすごくゆっくり話しているわけではないし、すごく綺麗に話しているわけではないので、初心者向けとは言っていないんですけど、あまりそこは気にしなくていいかなと思います。中上級者向けっていうのはだいたい普段話すスピードで話していたり、すごく綺麗に一文一文はっきり話すみたいな話し方でもない場合が多いです。こういう中上級者向けっていうのは難しいと思うんだけど、日本人が普段話すようなナチュラルなリスニング練習ができるっていうので、おすすめでもあります。で、当たり前なんですけど、こういうポッドキャストの種類を理解して、自分が何を学びたいのか、何が得られるかっていうのをね、まず最初に理解するのが大事だなって思います。いきなり難しいのを聞くのは嫌だ。しっかり文法、語彙などを理解した上で、少しずつステップアップしたいっていう方は、初心者向けのものから聞くといいと思うし、いや、そんなの関係なく、とりあえず自分の好きなテーマを早く理解できるようになりたいっていう方は、そういう好きなテーマで選ぶのもいいと思います。で、AI の音声ありますよね。AI の音声はすごく綺麗に話しているんだけど、自然ではない場合が多いです。AI で会話している風にやってるポッドキャストもたくさんあって、それはそれですごく私はいいと思うんですけど、やはり日本人ネイティブ同士が話す時って全然そんな綺麗な話し方をしないんですね。使う単語もそうだし、会話ってね、いろんな話題が飛び交っていたり、一人一人ゆっくり話して、
言いたいことをすべて終えてから次の話題に移るとか、毎回いろんな相槌を使っているとか、そういうわけじゃないこともたくさんあるので、AI の音声を聞くのはすごくいいと思うんだけど、日本人の本当に自然な会話が聞きたい、自然なリスニングをしたいっていう場合はあまりおすすめではないです。でもですね、まあこれからどんどん進化していって、本当に日本人が話しているような AI で作ったポッドキャストもたくさん出てくると思うので、まあその場合はちょっと別というか、AI もおすすめってなるんですけど、なんか最近私がよく見るものは AI だなって感じることが多いです。話し方が綺麗すぎて AI だなって思うことが多いので、まだおすすめではないです。もちろん、リスニングにはいいので、その何を得られるかっていうのを理解した上で聞くといいかなと思います。ではですね、私個人的にどうやってポッドキャストを使いながら言語を勉強しているか、またはこうやってみたらいいんじゃないっていう私の個人的な意見になるんですけど、そういうのを話していこうと思います。まず、ポッドキャストを聞くとき、初心者、中級者、上級者、どのレベルであっても、スクリプトはあった方がいいと思います。ポッドキャストのスクリプトをゲットできるなら、これこそ AI を使ってね、最近だといろいろできるかと思うので、スクリプトを準備します。特に初心者、中級者の方はスクリプトがあった方がいいなと思います。スクリプトがあった方が何を話しているか一言一句理解できるし、わからない単語をすぐチェックして、調べたり、どこがわからなかったっていう印をつけたりすることもできると思うので、ポッドキャストのスクリプトはあった方がいいなと思います。で、初心者の方はまず最初の1分間とか最初の5分間ぐらいっていうのを決めて、でそこを繰り返し聞く練習をしてみてほしいです。で、大体いろんなポッドキャストで今日はこういうテーマで話しますみたいなのを最初の1分ぐらいで話していますよね。なので最初の1分を理解することで、今からどんな話になるのか、どんな内容になるのかっていうのがね、だいたい理解できると思います。なので、まず初心者の方は初めの1分を何回も聞く、単語を勉強する。これから流れてくるポッドキャストのエピソードの内容をつかむっていうのがいいかなと思います。私のポッドキャストもそうなんですけど、最初の1分、2分、関係ない雑談をしているっていう時もあります。まあ、その場合は申し訳ないんですけど、今回のテーマはこういうものですっていう、そのフレーズを見つけたら、その後何を言ってるかっていうのを探して理解して、勉強していってほしいなって思います。で、中級者の方もそうですね。まずスクリプトを用意して、で初めに目を通してなんとなくわからない単語は印をつけて、まずポッドキャストを読んで理解するっていうのもいいと思います。読んで理解した後にリスニングをして、あ、こうやって発音してるんだとか、この文章はこんな感じで話しているんだっていうのを理解して、でまずはその内容理解をします。単語をわからないとこ線引いたり調べたりして、まずは内容を理解して、で、その後は何度も何度もリスニングをする。もう本当にシンプルでこの繰り返しでしかないと思うんですけど、こんな感じで勉強していってほしいなと思います。で、最近は本当に AI がすごく便利だなと思うんですけど、そのポッドキャストの単語、何度も出てくる単語をすぐ翻訳してくれたり、意味を教えてくれたりすると思うので、そういうのを使いながら、意味をまず理解して、で、ポッドキャストのスクリプトを読みながら、声に出して発音する練習もしてみてほしいです。まあ本当にシンプルになるんですけど、ポッドキャストで日本語を勉強する方法は、まず、ポッドキャストの種類を理解して、自分がそのポッドキャストから得られるものを理解する。そしてあとはスクリプトを用意して、単語とかフレーズとかわからないものはまず意味を理解する。まず意味を理解した後は何度も何度もリスニングをして、そのスクリプトを一緒に読みながら声に出して練習をしたり、その後は、まあ、リーディングとしても使えるかなと思います。
話し言葉と書き言葉は少し違うんですけど、それでもリーディングの練習にはなるかと思うので、リスニングをたくさんして、で、スクリプトがある場合はそれをリーディングとして使って、ゆっくり発音練習などにも使ってみるといいかなと思います。あとはもう本当に繰り返し繰り返し繰り返し、最初の5分だけでもいいので、繰り返し聞いて、繰り返し発音練習してみてっていうのをね、あの、やってみてください。では最後に、ちょっとだけ私が実際やっている方法っていうのをやっていこうと思います。方法というかステップが2種類あって、それは勉強する時と、あとはながらでポッドキャストを聞く時っていうのがあります。まず勉強するっていうのはどういうことかっていうと、ポッドキャストはだいたい YouTube で見たり聞いたりすることが多いんですけど、YouTube で2つの字幕があるものを選びます。今だったらスペイン語とか英語とスペイン語の字幕があるやつを選びます。で、その最初の10分とか、15分ぐらいの動画とかを選んで、で、そういう字幕がある動画を私は選んで、まずはじめは内容理解をするために、わからないとことかはすぐ止めて、英語の字幕を見ながら、スペイン語を理解しながら動画をまず1回見ます。で、その後にもう一度動画を見ます。で、2回ぐらい聞いてもね、わからないものってたくさんあるので、もう一度その字幕を見ながらスペイン語がどうなっているか、どういう単語を使われているかっていうのを理解しながら見ます。で、その後ですね、例えば朝勉強したとしたら、夜何か掃除をしながら運動しながらの時ですね、その時にその朝勉強した動画をリスニングとして聞きます。そうすることで、そのリスニングが復習になるし、朝勉強したことを思い出しながらリスニングできるので、こうやって私はこのサイクルを繰り返しながら、リスニングをしています。で、私はまだスペイン語は、初心者というかわからないことも多いので、こうやってしっかり勉強する時間をまず作ってから、それを復習として何度もリスニングをするっていうことをしているんですが、例えば韓国語とかだと、選ぶコンテンツによっては半分以上、またはそれ以上理解できることもあるので、その場合はその勉強する時間なしでもういきなり新しいエピソードを聞いたり、動画を見たりして、わからなかったらそのパートを後で調べるみたいな感じでやることもあります。なのでこれはその私の勉強する言語のレベルによって使い分けはあるんですけど、まだまだわからないものが多い場合、その場合はまず勉強する時間を作ります。で、この勉強する時間はそんな毎日たくさんあるわけではないので、2日とか3日ぐらいかけて1個の動画を勉強して、で、その後の数日間はそのエピソードを繰り返し聞くっていうのをやっています。で、これはエピソードの内容とか動画が面白いなって思ったらもう何回も何回も聞くし、なんか私的にあまり興味ないかもって思ったら、100%理解できなくても、もういいやと思って次に進むこともあります。なので皆さんが選んだ動画が、もうこれ一度勉強するって決めたから絶対に最後までやらないといけないっていうわけではもう全然ないので、もちろん私のポッドキャストを全部聞いてくれたら嬉しいですけど、人によったら面白い面白くないっていうのもあると思うので、皆さんの好きなテーマのものを選んで、面白いって思った動画をずっと聞く練習をして、で面白くないって思ったらもう全然スキップして OK です。皆さんが面白いって思うものを選んで、で、それを何度も何度も聞く練習っていうのをしてほしいなって思います。あと私はね、結構気分屋って言って、気分が変わる、ムードが変わる人なので、その自分の気分も大事にしている気がします。例えば、朝は朝のモチベーション動画みたいな、なんか朝のルーティンについて話している動画とか、朝は朝のコンテンツを見るようにしたり、逆に夜はすごくゆっくり話している眠たくなるようなエピソードを聞いて、自分の気分とかムード
も夜にシフトしていく感じにしたり、または日本だと春、夏、秋、冬っていうシーズンがあるので、今は日本は春なので、他の言語でも春について話してるエピソードを聞いてみようとか、夏はその国の夏について話してるエピソードを聞いてみようとか、そういう自分のムードとかシーズンに合わせて聞くっていうのもあります。なので皆さんも、私の国の春はこうだけど、日本の春はどんな感じかなって思うこともあると思います。なので、そういう時は日本の春について話してるエピソードを聞いたり、自分の気分、または自分の時間帯、朝、夜とかね、そういうシチュエーションに合わせて聞くっていうのもいいかなと思います。私は結構ね、これやっているなと思います。で、初級、中級者ぐらいだと、そんな感じでエピソードを選んだり何度も聞くっていうことがいいと思うんですけど、上級者になると、大体何聞いてもわかるので、そんなに繰り返し聞かなくてもいいんじゃないとか、もうポッドキャストから学べることがあんまりないかもしれないって思う人もいると思うんですけど、その場合はね、2人以上で話しているコンテンツを聞いてみてほしいです。そうすることで、相槌とか、日本人同士が会話する時のそのリアクションの仕方、そういうのが学べます。で、そういう相槌とかフィラーワードをマスターするのが、私はこう日本語上達、日本語をより自然にナチュラルに、日本人っぽく話す秘訣だなって思います。相槌、リアクション、フィラーワード。フィラーワードは使わない方がいいって言うんですけど、でも少しぐらいなら使った方がより自然な会話になる気がします。なので2人以上の会話のエピソードを聞いたり、会話している動画を見て、内容もそうなんですけど、あえて相槌とかリアクションだけに注目してみる。で、それをより自然に使えるように練習してみるっていうのも一つかなと思います。で、上級者の方だったら、ポッドキャストでインプットできるのはもちろんなんですけど、アウトプットもたくさんできると思います。まず一つにシャドーイングがありますよね。聞こえた音声をそのまま口に出して読んでみる。口に出してみる。これがシャドーイングなんですけど、その練習もできると思います。これもスクリプトがあった方がやりやすいので、スクリプトを準備できる方はスクリプトを準備してシャドーイングの練習をしてみてください。で、あとは内容をまとめるっていうのもあると思います。内容をまとめてそれを話してみる。書き出してみる。これもアウトプットかなと思います。自分で聞いた内容を理解しているかどうか、テストしてみたりするっていうのもいいと思います。何か情報系のポッドキャストだったら、それを AI に要約してもらって、で、クイズを作成してもらって、そのクイズに答えられるかどうかっていうのも一つだと思いますし、あとはね、日本語を話す友達がいる、日本人の友達がいるとか、オンラインのクラスを取っている場合は、そこでポッドキャストで学んだ内容を話してみる、シェアしてみる、他の人の意見を聞いてみるっていうのもあると思います。たくさんアウトプットの方法はあると思うので、上級者になって、ポッドキャストのエピソードを聞いて、なんとなくほとんど理解できるっていう場合はね、次の行動、自分で要約してみたり、その内容を人に話してみたり、人に教えてみたり、そういうのもいいと思うので、ただ聞くで終わるではなく、何か1個2個3個次のステップ、アウトプットなどをやってみてほしいなと思います。言語学習は時間がかかるけど、自分のペースで楽しみながらやるのが一番だと思うので、初級、中級、上級など自分のレベルに合わせて選ぶのも大事だけど、まずはね、自分の好きなテーマ、コンテンツ、自分の好きな人のエピソードを選んで、たくさん聞く練習をしてみてほしいなと思います。私が言ってるこの方法がいいと思う人もあんまりと思う人もいるだろうし、いろんな人の意見、合う合わないがあると思います。で、最近だともう本当にたくさんの人が日本語学習者に向けてポッドキャストをやっていると思うので、もちろん私のエピソードもたくさん聞いてほしいけど、
いろんな人のポッドキャストを聞いて、いろんな日本語を聞いて、いろんな話し方を聞いて、たくさん練習してみてほしいなって思います。こんな感じで、ポッドキャストはもちろんインプットにもなるんだけど、シャドーイングをすることによってアウトプットにもなる、すごく役に立つ、すごく便利なものだと思うので、これからもね、日本語を学ぶ際にポッドキャストを活用してもらえたらなって思います。今回はポッドキャストを使いながらどうやって日本語を勉強するかについてお話ししてみました。本当にたくさんポッドキャストはあるので、何をどうやって勉強したらいいか迷うっていう時もたくさんあると思います。その場合はまずは自分のレベルに合ったものを選んでみる、または自分の興味があるもの、それらを中心に選んでみる。あとは、スクリプトを用意して少しずつ理解度を上げていく、わからない単語を減らしていく、スクリプトを見ながら、語彙フレーズを理解しながらシャドーイング練習をしてみるなどして、ポッドキャストを使いながら日本語学習をより楽しいもの、よりテンションが上がるものにしていってほしいなと思います。もしね、皆さんも私的にはこうやった方がいいんじゃないとか、私はこうやってポッドキャストをリスニングしてるよなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。他の方の役にも立つだろうし、私もね、皆さんがどうやって勉強しているのかっていうのがすごく気になるので、もしよければコメント欄で皆さんがポッドキャストを使ってどうやって勉強しているかっていうのを教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。この動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからもこのポッドキャストを応援したいと思う方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々ありがとうございます。皆さんのおかげでこうやってポッドキャストを続けていくことができているので、本当に大きな力になっています。ありがとうございます。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。